こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は前編後編に分けて何かを続けるコツについて話していきます。皆さんは何かを続けたいと決意するんだけど続かなくて自己嫌悪に陥ったことはありますか？私はよくありました。過去形にしていますが今もたまにあります。ダイエットはね、もちろん語学の勉強など自分との約束を守ることができず自分に失望したり罪悪感に苛まれます。ただ昔よりマシになりました。昔はやるぞと決めたものが5個あったとしたら1個くらいしかやり続けることができなかったんですけど、現在は3つくらいは継続できたり達成できるようになったと思います。そのきっかけは3年前から文房具と仕事について発信を始めたこと。具体的には SNS の投稿を続けるとか、手帳を書き続ける、家計簿をつけるとか、様々なことを続けるときに三日坊主になったりとか、自分の悪癖とねぶつかったことがあって、そこからどうやったら自分との約束を果たせるのかっていうのを模索しました。その結果、数年間インスタグラムや YouTube をね、更新頻度高く発信し続けていられたりとか、運動の習慣をつけられたり、続けることでね、自分を信じられるようになったかなと思います。今回は前編後編に分けて続けるコツを紹介していきます。前編では続かない原因とか続くために考えたことなど具体例を紹介します。後日上がる後編では実際に続けることを意識し生活する中でどんな工夫をしたのかを紹介します。後半はその時使った文房具のね紹介も多めなのでお楽しみに。雑だし面倒なことが嫌いな私がこんなことをね発信するのはおこがましいなとは思ってはいるんですが、ありがたいことに最近ねどうやったら続けられるのっていう相談をもらうことがちょっと増えてきたので、同じような方への参考になればいいなっていう気持ちと自分の振り返りのためにも動画に残してみようと思います。ぜひ優しい気持ちで見てください。ではまずなぜ続かなかったのかの原因を探りましょう。先に結果からお伝えすると、続けた先に何があるのかわからなかったから。どういうことかというと、日記や手帳を続ける、家計簿を続ける、SNS の投稿を続けるとかっていうのは、決めたはいいけど、それを何のために続けるのか、続けた先に何があるのかっていうのがぼんやりしていたから続かなかったのかなと思います。よく聞く言葉で言うと、目的と手段が入れ替わっている状態ですね。通常は何かを成し遂げる、悩みを克服するなどの目的のために日記を毎日つけるとか SNS を更新するなどの手段を取るはずが、私はなんか続けてみたらなんかあるかもとか、続けられるような人になりたい、これを続ければいろいろといいことがあるんじゃないかっていうことで、続けること自体を目的にしていました。ここでねちょっとお伝えしていきたいんですけど、続けること自体がね目的でもいいと思ってます。ただ継続すること自体、例えば日記を書くこと自体を楽しめなかったりとか、そういう場合って結局続かないので、続けた先に何があるのかを明確にしてみたら続くんじゃないという一提案です。私はね続けること自体を目的としたり楽しむことが全然できない性格だったので、自分にとってどんないいことがあるのかっていうのを具体的にすることが重要だと分かりました。続かない原因が続けた先に何があるか分からなかったからというのがやっと分かったので、次は目的と手段などを整理して自分へのメリットっていうのを探したり具体化していこうと思います。ちょっと抽象的な話だとわけわからなくなるので、日記を書くというのを例に整理していきますね。まず続かなかった時の状態としては、理想日記が続いている状態で手段日記を毎日書く。自分へのメリットは定まっていないですよね。では5つの項目について考えてみようと思います。現在の困りごとは、例えば寝つきが悪い、原因は今日あった嫌なことやうっかり言った余計なことなどぐるぐる考えたりして反省会をしちゃう。手段はまずは寝る前に思っていることを全部書き出してみる。で見込まれる効果としたら、吐き出したらすっきりした、または考えが整理できて具体的な打ち手を決められてすっきりするようになった。で理想の状態としてはぐっすり寝られる。こんな感じですかね。そうすると理想の状態から手段がこんな感じでくるくるループするようになります。こうなったらこっちのもんです。続ければどんなメリットがあるのかっていうのが明確になるので、続けるモチベーションになりますよね。もう一個くらい例を作ってみますね。
まず現在の困りごと、例えば不機嫌になった時に周りに気を使わせてしまう。で、原因としては自分のご機嫌を取ることができない、感情がコントロールできない。で、手段としては自分が不機嫌になるポイント、機嫌が良くなるポイントを日記に書き留めてみる。そうすると見込まれる効果が自分のことがよくわかるので、不機嫌になる前に回避できたり、自分の機嫌を取ることができるようになる。で、理想の状態が機嫌が良い状態が続く。こんな感じでどうでしょうか。日記をつけることによるメリットが見えると続けてみようかなと思えそうじゃないかなと。この方法はね、なんとなく続けたいと思っていることに対して意味を無理やりでも見出すという方法で、本来は困りごとや達成したいことをベースに様々な手段を考えてみて、コストとかね、自分が楽しめるかっていうのを基準に手段を選ぶことが多いのかなと思います。どちらが正しいかっていうのは私はね、判断できないんだけど、自分の中で日記を書き続けてる人素敵だなとか、自分なりの手帳術持ってる人かっこいいなとかっていう憧れが昔からね、あるので、今回のように手段、日記を続けるっていうのから、今現在自分の困りごとを解決したりメリットをもたらすのかっていうのを、ね、考えるのもありなんじゃないかなと思ってます。また目的を絶対に達成したいという場合は、手段が本当に正しいか効果的かっていうのを定期的に見直す必要があると思います。例えば年内中に資格を取得するっていう目的とかね、目標に対して毎朝1時間参考書で独学で勉強するっていう手段を取ってみたけど、途中でこのペースでは間に合わないなと気づいたのであれば、勉強する時間を2時間に変えてみたりとか、参考書だけでは理解ができないのであればスクールにね、通うなどの変更が必要ですよね。今回のように先に手段を決めてしまう場合ももちろん調整が必要だと思ってます。例えば毎晩思っていることを日記に書き出すだと、なぜかこれでも続かないっていう場合は、もやもやした日だけ書き出すとか、項目を埋める形にするとか、続かない理由からちょっとずつ条件を調整します。日記だからね、毎日書かないとっていうよりは、睡眠の質を上げるためにはどう日記を使うのかという考え方の方がうまくいくんじゃないかなと思います。ここからは具体例とともにさらに詳しく説明しますね。まずは気になっている手段を洗い出します。日記を書く、運動をする、英語を話せるようになりたい。で、その後に最近の困りごととか夢など目的になりそうなことを書き出してみます。万年筆で上手に手紙が書けるようになりたい。人生で1回は海外に住んでみたい。ベストな体重に戻してその後維持したい。そしたら目的と手段を結びつけてみます。先ほどのフォーマットに入れながらさらに具体化をしていこうと思います。手段、日記を書く、目的、万年筆の上達だとすると、理想の状態、TPO に合わせた本当の使い分け、見込まれる効果、綺麗な字が書ける、原因、癖字、こんな感じかな。で、ここからも大事で、続けるためには環境を整える必要があります。汎用的に効果が高かったものとか後半で紹介するので、ここでは限定的な環境整備で紹介していこうと思います。まず日記に使うものをひとまとめにして、一番よく使うテーブルに常に置いておくことにします。そして分厚い日記帳ではなく、1ヶ月くらいで書き終わるノートを用意して、物理的にも進捗を意識できるようにしてみました。フォーマットを決めます。左にイラスト、右に文字でだいたい5分以内で書けるような感じ。日々なるべく面倒だなって思わないように、かつやるぞと思えるように準備します。そしてマイルール、1週間以上書かない日が続かないようにする。空いてしまったら思い出しながら書いていく。こんな感じで具体的に継続すること、どう継続するかを決めていきます。では次に目的、ベストな体重に戻して維持、手段、運動を具体化していきます。理想の状態はベストな体型を維持している。見込まれる効果は健康、ダイエット。原因は運動不足と偏食。手段、運動ももう少し具体的にしていきましょう。最終的には習慣化したいので、週に3日程度楽しめる運動をするとかにしてみます。で、原因を見ると食事の改善も必須ではあるんですが、一気にやるとね、どちらも中途半端になっちゃう性格なので、まずはね、運動からやり始めました。現在は運動が4ヶ月くらい続いているので、食事改善も始めています。で、結局運動は何をするかですよね。これに関しては手段の検討が必要だと思うので、まずは1週間、
毎朝近くの公園までジョギングをするにしました。結果続かないと。近くにね小学校があって、そこが通学路になってるので人の目もあって走りにくかったりとかね。その後時間帯変えて試してみたんですけど、雨の日とかお酒飲んじゃった日とかサボる理由を見つけては中断っていうので、外でジョギングが向いてなかったのかなと思って、次は近所のジムに通ってみることにしました。そこはセルフ式のジムで、朝5時から24時まで使用可能、女性のみで人の目も気にならない。ただ画面を見ながら筋トレするタイプのジムだったので、達成感がなくつまらなかったです。ということでここも大会。ちなみにバンバンやめてますが、理想的な状態に向かってね継続的に打ち手を考えてるうちは挫折じゃなくて試行錯誤かなとポジティブに捉えることにしています。ということで達成感を感じられつつ人の目や天気が気にならない運動を探します。ボルダリングをやってみたかったので、昔から習い事として探しつつ、そういえば昔やっていたリングフィットっていうフィットネスゲームが家にあったなぁと。ジムの時同様にボルダリングは入会金とか月謝がかかることもあって、まずは家にあるリングフィットから試してみることに。お店の営業日には朝シャワーを浴びる習慣があったので、そこにリングフィットを追加。実店舗の営業前にリングフィットするっていうので、半年でどこまでクリアするという手段を設定しました。これがねぴったり合いました。気がついたら4ヶ月くらいはこのペースで続いています。次は手段英語を喋れるようになる、目的海外に一時的に住みたいを具体化。理想の状態、海外で暮らしている、見込まれる効果、日常英会話が話せる、原因、海外の文房具が気になる、円安。ちょっと理想の状態に手段が追いついてないのですが、運動習慣と同様に一気にいろいろなことっていうのはできない性格なので、他にねビザ取得は仕事はなどの項目はまとめて手段2年くらいに住める国のビザを調べる程度にちょっと留めておきます。詳しいことを調べようとした時に、どうせね日本語でアクセスできる情報は限られてるし、まずは英語の勉強が先ということで、ちょっと先延ばしに他のことはしておきます。で、手段も具体化していきます。まず参考書なので勉強するのは義務教育をね通して学んだし、その結果話せてないのでなし。英語を話したいならまずは話すしかないので、英会話に手段は絞られます。一応ねアプリとかで海外の友達を作って話せるようになるっていう方もねいるんですけど、私は初対面の人と話すのがそんなに得意ではないので、英会話教室の方がね気楽だなと思ってます。あとは自分の性格と相談で発音や文法を指摘されるよりは話す回数が多そうな教室とか、通いやすい立地、金額、先生の人柄っていうので探していきます。これはね現在進行形で試行錯誤中なので、また何か進捗あれば共有します。こんな感じで続けるということをちょっと言語化、動画化してみました。あくまで私の場合は今のところこんな感じだよというお話なので、これが正しい正しくないっていうよりは自分に合ってるんだよねっていうお話でした。少しでも参考になる情報があれば幸いです。後編では続けるためにしていた工夫の部分を詳しく話していく予定ですので、ぜひ合わせてチェックしてください。来週には出すと思います。またね。